はい、こんにちは。今日はね、ソーリンやっていきたいと思います。前回と同じくサザンアイズに登場する10魔の一つで、トーチャオは攻撃用だったんだけど、ソーリンは移動用の10魔で、この上に乗ってスケボーみたいに走りたいということで行ってみましょう。まず今回は移動した後で攻撃をする想定なので、トーチャオを分解したものを材料として使います。最低限これらの材料がないと設計図でトーチャオを作ることができないんでね。で、単純にドローンの塊を走らせるっていう動作確認は前回もやったんだけど、これに車輪をつけるだけで性能が上がるんじゃないか。おー、まあ単純な塊だとああなることも分かってるし、頭を地面向きにすると設置が良くなることも分かってるので、これでどうだ？やっぱ浮かび上がるか。今回は私が上に乗る想定なので、細かいところは置いといて、この段階ではちゃんと進めそうってところでいいでしょう。ちなみにドローンは水に触れると壊れて、普通に破壊した時と同じようにベアリングを出します。作中でのソーリンは水上も走れるんだけど、それは再現できそうにないですねはい、じゃあこの状態で人を乗せて走れるかどうか。っていうかね、細すぎて乗りにくいよいしょよいしょ。もうちょい乗りやすい形にした方が乗り物としてはいいんだけど、よいしょ。よし、ではいざ。ちょっと人が乗ると厳しいか。なるほどね。これ後ろ側を手で持ち上げるような感じにすると、前の車輪に重量がかかるようになるので、それで進めますね。これはこれで良さそうなんだけど、坂道だと厳しいか。多分後ろを上げることで本体が上に向かなくなるので、坂を登りにくくなるんじゃないかな。あと手で無理やり操作してると自分が滑り落ちやすいかもしんないはい、これはね、素直に後ろにも車輪をつけてみましょうか。これだと格段に良くなりましたね。かなりいいスピードで走ってます。本体が長いので坂の途中でお腹が引っかかるかな。まあでも悪くはない感じですね。スピードは平坦なところで秒速5メートル弱くらいなので、歩くより微妙に遅い程度かな。よし、ひとまずこいつおとなしく止まるってことができないので、手が滑るとどっかに行っちゃいますねはい、私の視点からもっぺん。普段歩くよりも速くも見えるんだけど、
多分座って操作してるせいで地面が近いことによる錯覚じゃないかな。計測上は徒歩のスピードである秒速5メートルを超えなかったんだけど、もしかしたら計測してない時に超える瞬間はあったかもしんない。ちなみに座って操作をしてるのは方向転換のために手で掴む必要もあるんだけど、そもそも手で掴んでないと振り落とされちゃうんだよねとかなんとか言ってる間に、送動機の階で作業した場所が見えてきましたね。あそこまで行けばある程度の資材が置いてあるんだけど、今は U ターンで、このソーリンは作中でもこんな感じでスケボーみたいに使われるんだけど、こいつはスピードしか取り柄がないので攻撃力は全然ですね。よし、ちゃんと走れることが分かったので、あとは飾り付けをしていきましょう。って言ってもね、最初に見せたイメージ図の通り、こいつは本当にスケボーみたいなやつなので、足は一応生やすとして、他の鉄の部品は目立たないようにしときます。角でも生やせば攻撃にも使えるんだけど、それだとモチーフに似合わないんでね。後から思ったんだけど、尻尾を長くするのに使ってもよかったかもしんない。坂道で引っかかることもあったので、車輪も増やしとこうかな。よし、最終チェック。いざ。このくらい走れれば問題ないでしょう。で、一応補足しとくと、これトーチャオではベアリング2個だったのを最終的には6個まで増やしてます。前回お話しした作戦通り、後で設計図を使ってソーリンを材料にトーチャオを作る想定なので、ソーリンの方が部品数が多くなるのは問題ないっていうのと、ベアリングは地面に置いといてもプルプル震えることがあって、設計図の材料の判定に入りにくいことがあるので、多めに準備しといた方がむしろ便利です。よし、では実際に戦ってみましょう。設計図用の電池を積んで、いざ。で、最初細すぎるかなって思ってた本体なんだけど、なんとなく慣れてきたというか、無理に体や腕を動かさなければ大丈夫かもしんない。まあ手を離すとどっかに突っ走っていっちゃうので、手さえ離さないように気をつけとけばなんとかなるかな。よし、後ろに見えるドローン基地のタイプ2を狙いましょうかね。ちょっと待て、こんにゃろ。ああ、武器持ってきてなかった。あ、こいつがあるか。で、こいつを材料にトーチャを召喚するんだけど、設計図の仕様で動いてるものは材料にできないっていうのと、地面に固定されてるものは材料にできないっていう条件があるので、ここでは地面に固定した石に引っ掛けるっていう手法をとってます。ちなみにこの時気づいてなかったんだけど、さっきごちゃごちゃしてる間にひっくり返ってるシーンがあって、この状態だとベアリングが効かずに走れないみたいなので、
こうしといても良さそうですね。まあとにかくここからあの基地を狙っていきます。いでよ登頂。やっぱ段差は進行方向がずれますねとはいえ一発まぐれ当たりをするだけで壊せそうなので、角度とかを微妙に変えながら何回か試してるんだけど、これタイプ1の壁ならともかくタイプ2でスポナーを直接狙うとなると当たり判定がかなり小さくなるので、少し角度がずれるだけでダメですね。しょうがないので少し位置を変えてここから試してみましょう。いでよ登頂。これね、前回召喚直後は初速が遅いことが分かったので、それで距離を取ったところから狙ってるんだけど、よし、スポナーを破壊することができました。ということでソーリンやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ドローンを使った乗り物って空を飛ぶものは昔やったことがあるんだけど、スケボータイプは実質初挑戦でしたね。乗り物としては改良できる点は多々あると思うんだけど、コンパクトサイズなものとしてはなかなか良かったんじゃないかな。ちなみに前回確認した通り、召喚した直後は初速が悪いってな現象を利用して召喚した直後に乗れるかってのもやってはみたんだけど、もともと乗りにくいのもあってダメですねで、一応以前作業をしてた場所まで戻ってくることができて、ここまで戻れば湖の反対側まで戻ることもできるんだけど、この先も敵がいるみたいなのでもう少し戦ってみようかな。ということで次回は光爆式武装ホムラやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。